こんにちは、ずんだもんなのだ。今日も世界のニュースをお届けするのだ。今回はメキシコのニュースを紹介するのだ。今日紹介するニュースは次の5つなのだ。どんな国なのか一緒に見ていくのだ。北アメリカ大陸の南、アメリカ合衆国の広大な隣国、それがメキシコなのだ。太平洋とカリブ海に面し、首都は歴史と現代が交錯する大都市メキシコシティなのだ。およそ1億3000万人が暮らす活気にあふれる国なのだ。アステカやマヤといった古代文明が栄えた歴史を持ち、スペイン統治を経て独立し、現在は多様な文化を内包する連邦共和制の国なのだ。情熱的なマリアッチの音楽、陽気な死者の日の祭り、そして世界中で愛されるタコスやテキーラなど、その文化は実に豊かでユニークなのだ。主要産業は自動車などの製造業が盛んで、石油資源も豊富、さらに世界遺産も多い観光業も重要な柱なのだ。最近では、アメリカとの地理的近さを生かした製造拠点の誘致、いわゆるニアショアリングが大きな注目を集めているのだ。魅力とパワーに満ちた素晴らしい国、メキシコなのだ。一つ目のニュースなのだ。メキシコ治安省の出現、ブケレ大統領を怒らせるという記事なのだ。メキシコとエルサルバドルの間で麻薬密輸をめぐるちょっとした外交問題が起きたのだ。メキシコの治安大臣がエルサルバドルから来た飛行機が麻薬を運んでいたと発表したのが発端なのだ。でもエルサルバドルのブケレ大統領はこれに激しく反発して偽りなのだと強く否定したのだ。飛行機はエルサルバドル領空に入っておらず、沖合の太平洋を飛んでいただけなのだって言ってるのだ。メキシコ当局は400キロ以上のコカインを積んだこの飛行機をコリーマ州で押収して、メキシコ人の乗組員3人を逮捕したのだ。ブケレ大統領は機体の航路がエルサルバドルの領空を侵犯していないことを示す地図やアメリカの機関による確認も提示したのだ。エルサルバドルは麻薬密輸を許さないし、今回の件に関与していないと断言して、メキシコ政府にすぐに発言を訂正するよう求めたのだ。さらには、在メキシコ大使を本国に召喚する事態にまでなったのだ。その後、メキシコ治安大臣は飛行機がエルサルバドル沖に100キロで発見されたと訂正したのだ。でも、ブケレ大統領はこの訂正ではまだ不十分だと感じているのだ。機体がエルサルバドルから出発したという証拠は一切ないし、エルサルバドルの誰も麻薬密輸に関わっていないことをもっと明確にすべきだと改めて要求しているのだ。この一件はまだ完全に決着していない、ちょっと複雑な状況なのだ。二つ目のニュースなのだ。グアダラハラ近郊、高速道路で金銀600万ペソ相当強奪という記事なのだ。グアダラハラ近郊でなんと600万ペソ、約5000万円相当の金と銀が強奪される事件があったのだ。先週、武装した犯人たちが金銀の成功33トンを積んだトラックをハイジャックしたのだ。このトラックはマンサニージョ港へ向かう途中、運転手と警備員を拘束し、トラックごと金銀を奪って逃走したのだ。その後、トラックの運転台はグアダラハラ南西で発見されたけど、大切な金銀とトレーラーはまだ見つかっていないのだ。盗まれたのはグルーポミネロバシス社の貴重な金銀で、同社は連邦検察庁に被害を報告し、政府と協力して捜査を進めているのだ。シェインバウム大統領もこの事件を徹底的に調査するよう指示を出したのだ。実はメキシコではハイウェイでの強盗事件がすごく増えているのだ。ブルームバーグの報告によると、平均して50分に1回も強盗未遂が起きているそうなのだ。今年の初めには強盗未遂の件数が去年に比べて3分の1以上も増えたのだ。過去10年間で企業は何十億ドルもの損害を被っているし、去年の11月には別の鉱山会社も金銀鉛鉱石を奪われているのだ。本当に困った状況なのだ。3つ目のニュースなのだ。当局、恐喝対策の国家戦略を開始という記事なのだ。
メキシコ政府がとんでもなく増えている恐喝と戦うために新しい国家戦略を始めたのだ。この10年で恐喝の被害がなんと 80% 以上も増えてみんな困っていたのだ。オマール・ガルシア・ハーフ・チチアン大臣さんが発表したこの戦略には大切な5つの柱があるのだ。1つ目はしっかり捜査して恐喝犯を捕まえることなのだ。2つ目は各州に専門の対策チームを作ることなのだ。3つ目は被害者さんが安心できるように助ける方法をちゃんと決めることなのだ。4つ目は電話相談のオペレーターさんが大変な時にどう対応するか訓練することなのだ。そして5つ目はみんなに恐喝の危険を知らせるキャンペーンをすることなのだ。実は恐喝の 99% 以上は怖くて通報されないから実際の被害はもっともっと多いと言われているのだ。特に中小企業や農家さんがみかじめ料みたいなものを要求されて困っているのだ。もし支払いを拒否すると誘拐とかもっと悪いことになる危険もあるから本当に大変なのだ。だからこの戦略では国が持っているすべての力を使って恐喝と戦うのだ。刑務所の中から行われる恐喝も多いからそういった恐喝コールセンターを摘発して関わっている刑務所は毎月発表する計画なのだ。すごいのだ。さらにクラウディア・シェインバウム大統領さんは憲法を改正する提案を出したのだ。これが通れば被害者さんが直接訴えなくても国が職権で恐喝事件を捜査したり起訴したりできるようになるのだ。被害者は私たちみんなであり国家なのだって言っているのだ。これは殺人事件と同じくらい重要だって考えている証拠なのだ。この憲法改正と新しい法律のおかげでメキシコ全体で同じ基準で恐喝と戦えるようになるのだ。年内には承認されて恐喝が減っていくといいな、なのだ。みんなの安全が守られることを願うのだ。4つ目のニュースなのだ。CJNG10 人に懲役141年。イサギ入れ牧場事件でという記事なのだ。ハリスコ州のイサギ入れ牧場で起きた恐ろしい事件でハリスコ新世代カルテル CJNG のメンバー10人が誘拐や殺人などの罪で合わせて141年もの懲役刑を言い渡されたのだ。この牧場は多数の靴や人骨、焼却炉が見つかったことでメキシコのアウシュビッツとも呼ばれてたとても有名な場所なのだ。最初は絶滅収容所だと噂されたけど後にセキュリティ大臣から CJNG の訓練施設だったと発表されたのだ。この10人は去年の9月に牧場で逮捕された際、国家警備隊が銃撃戦の通報を受けて突入し、監禁されていた誘拐被害者2人と遺体1体を発見したのだ。捜索隊は他にも多くの人骨を見つけているのだ。ハリスコ州検察庁は彼らに約130万ペソ、およそ7万ドルの罰金も命じたのだ。この事件はメキシコの他の裁判と比べても驚くほど早く判決が出たのだ。さらにタラ市の元警察官2人や CJNG と共謀していた疑いで逮捕された手内トランの元市長など他にも複数人が事件に関わっているのだ。特に元市長は CJNG が牧場を訓練施設として使い始めたとされる2021年に2期目を始めたのだ。この牧場が犯罪グループの訓練拠点だったなんて本当に恐ろしい話なのだ。事件の全容解明とこれ以上悲しい出来事が起きないことをずんだもんは願うのだ。5つ目のニュースなのだ。メキシコ25年3月にスペインから37億ドル投資誘致、24年過去最高に続きという記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。メキシコにスペインからすっごくたくさん投資が集まっているってニュースなのだ。2024年には過去最高レベルの約38.6億ドルが投資されたし、なんと2025年の第一四半期だけでも約37.58億ドルも来たのだから、すごい勢いなのだ。
特に金融サービスへの投資が多かったのだ。メキシコにはスペインの会社が2300社もあって、50万人以上の雇用を生み出しているのだよ。スペインの企業はメキシコの投資環境をほとんどが良いって評価しているのだ。安定しているって感じる会社も多いのだ。為替レートがちょっと心配な企業もあるけど、全体的にはとっても前向きなのだ。実は前にメキシコの元大統領がスペイン王室に謝罪を求めて、ちょっぴり外交関係がギクシャクした時期もあったのだ。だけど今は関係がどんどん良くなっているのだよ。スペインの大使とメキシコの上院議長が話し合って、貿易とか投資とか文化の分野で協力するための二国間委員会を再開しようとしているのだ。お互いの関係を強くして一緒に発展していきたいって思っているのだ。いろいろなことがあっても両国はしっかりと協力し合って未来に向かっているのだって専門家の人も言っているのだ。これからのメキシコとスペインの関係に住んだもんもワクワクなのだ。メキシコは古代からの歴史と魅力あふれる文化を持つ素敵な国なのだ。でも残念ながら治安の問題もまだあるのだね。今日紹介したニュースでも大変な事件や恐喝、組織犯罪のニュースがあったのだ。でも国を挙げて問題解決に挑んでいるし、スペインからの大きな投資で経済も絶好調なのだ。これからもメキシコがより安全で豊かな国になるよう住んだもんを応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。